宇野和弘です。画家をしています。普段は油絵を描いています。それと大学の教員として授業などをしています。イマジネーションが広がるような、余白というか空間というのが持てるような作品というのを意識してます。人物が描くときに例えば後頭部の方に空間を割と持たせて、見ている人が頭の中に入ってイマジネーションの広がりの方にこう抜けていくような感じというか、細密に描きすぎるとその絵が壊れてしまうというか、あまりにもこう意識を引っ張りすぎてしまうので、そこは注意している点かなと思います。すごくこう技術に意識が行き過ぎてしまうと、ちょっと見せ方として僕のやりたい絵とは違うかなというところで、やりすぎないようにっていうのは気をつけてます。僕の大学院時代の恩師の先生が、亡くなって遺品整理を、した時にいろいろと、いただいてきた、その先生が使ってたものを引き継いだものがこう散りばめられてるんですけれども、ここにあるグラスとか顔料が入ってる瓶とか陶器とかですかね、鏡の中に写ってる絵画も先生の作品なんですけれども、この先生の遺品を描くっていうことも、自分の中で終わらせたくなかったっていうか、絵の世界でちゃんと向き合いたかったっていうことがすごく強くあって、なんかその遺品をもらったっていうことがただモチーフをもらってそれはいい絵にできそうだなとかっていうことじゃなくって、なんかもっと大きなものをすごく自分が感じてたっていうか、なんかすごくその僕と先生との関係性なんで、あんまりその多くの人に共感される部分じゃないかなとは思うんですけれども、やっぱ人と人とのつながりってすごくその人生の中でどの人もすごく貴重だと思うんで、なんか無視はできなかったですね。やっぱり絵の世界でしっかりと留めたいっていう。ただその描くだけじゃなくって、それが作品としてしっかりと強度があるものにしなければならないっていうのは、やっぱり作家としてその描く上での責任、その先生の作品をなんとなく描きましたっていうんじゃ許されないというか、それは画面の強度とか作品としてちゃんと意味を持つように覚悟を持って描きました。どういう時に岡さん描きたいなとか思うとかあるんですか？そのシーンを記録しておきたいっていう時ですかね。写真でももちろん撮るんですけれども、絵としてやっぱり絵の世界でもとどめたいっていうような、感覚ですかね。うまく口では言えないんですけれども、そういう気持ちになるというか、書かなければならないっていう使命感みたいなものも結構あったりします。普段はもう家庭の子供たちとかの家族との時間がもうほとんどですね。他に自分で趣味を何かしてるかっていうと、そういうこともないかなっていうような、感じですね。子供と過ごすことが多いですね。もう絵ばっか描いて絵のことしか考えないっていうことが、いわゆるこう真の芸術家だっていうようなイメージが結構若い頃は強かったんで、その家庭を持つとか子供ができたっていうことに対してすごく焦りはあったんですよね。膨大にやっぱ時間が取られるんで、このままでいいのかっていう部分があって、何かこう作家としてすごく時間が止まってるようなちょっと恐怖心もあったんですけど、子供ができたっていうのも「絵は大丈夫なの？」とか「どうすんの？」とか「絵やめちゃうの？」とかすごい言われたんですよね。でも
なんか僕のその作りたい作品と日常の暮らしとかっていうこととかを考えると、まあ全部を拒絶してアトリエに入るこもるっていうことがなんかちょっと不自然な感じもすごいしてたんですけど、笠井誠一先生という先生がいらっしゃっていいアドバイスくださって、画家っていうのは芸術家である前に人であれっていうことをすごく自分は大事にしてるんだっていうことをなんか笠井先生すごい言ってて、だから君のやってることはすごくいいんだよっていうような、作品のことだけ考えてるような人は本当にいい絵は描けないんだっていうことを言ってて、93歳にして真正面に「いや君はそれでいいんだよ」っていうようなことを言ってくださったっていうのは、まあ93年かけて自分はそういう人生でいいんだっていう、まあさすがに40代だと結論出すにはまだ早いんであれですけれども、まあそういう人生哲学を持って最後まあ亡くなる直前にお話できたっていうのはなんかすごく刺激になったなっていうか、いい勉強させていただいたなっていうのが思うところですね。何なんですかね、なんかすごく命に執着があるのかなとか、意外と思ってないようですごくそういうことを思ってんのかなとかっていうのはなんか思ったりもしますね。なんか生きてることって、まあ単純なことで言えば生きてることってすごいんだみたいなことを美術館に行ってすごく驚くのが、もうとっくの昔に死んでるはずっていうか亡くなってる作家さんの絵がまるで生きてるかのようにすごいみずみずしく見えてくるのが、これはすごいなと思って、そのタイムカプセル感っていうか、その作品ってこんなすごいんだっていうのが、まあ音楽も文学もそうですけれども、人が生きた痕跡とか万葉集とかも相当昔の作品ですけれども、なんかその花が綺麗とか誰々に会いたいとかっていうようなものの記録とかって、その生きた痕跡のみずみずしさってなんかすごいなっていう憧れとか、何なんでしょうね。なんかそういうものに触れてたいっていう感覚ですかね。なんか淡々と生きてるだけだとあんまり生きてる感じがしないって言ったらいいのかちょっとわからないですけど、そんなとこですかね。